こんにちは。今回は簡単な模様編みを紹介します。この模様は同じ編み方を毎段繰り返しますので、少し大きなものを編むときも編みやすいと思います。裏も表も同じ模様になりますので、ブランケットやマフラーなどにも向いている編み方です。今回は極太のアクリル糸を8号のかぎ針で編みます。この模様は2目で1模様になります。今回は15目の鎖編みを編んで編み始めます。偶数プラス1目の作り目を作ってください。ここから鎖編みを15目編みます。鎖編みを15目編みました。最初の1段目は細編みから編み始めます。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだすぐ根元の作り目の鎖編みの裏山にかぎ針を入れて、ここに細編みを1目編みます。針に糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、細編みを1目編みました。次は中長編みを編みます。同じところに中長編みです。針に糸をかけて、細編みを編んだ同じところに針を入れ、糸をかけて、少し長めに引き出します。長めに糸を引き出して、糸をかけて、針にかかっている3本の糸を一度に引き抜いて、中長編みを編みました。これが一つの模様になります。次は、作り目の鎖編みの1目開けた2個目のところに同じ編み方をします。今編んだところから1目開けて2個目の鎖編みの裏山に細編みを1目。同じところに次は中長編みです。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて少し長めに引き出して、糸をかけて針にかかっている糸をすべて引き抜いて中長編みを編みました。1目に細編み1目、中長編み1目を編みました。鎖編みを1目開けた2個目に同じ細編み、中長編みを入れていきます。1目開けた2個目の鎖編みに細編みを1目。細編みを編んだ同じところに中長編みを1目編みます。このような模様になります。この編み方を続けて編みます。1目開けた2個目の鎖編みに細編み1目。同じところに中長編み1目。次も同じです。鎖編み1目を開けた2個目に細編み1目、中長編み1目を編みます。この編み方を続けます。2個目の鎖編みに細編み1目、同じところに中長編み1目です。次も1目開けた2個目の鎖編みに細編み、中長編み1目を編み入れます。こんな感じの模様になります。そして最後は細編みだけを1目編みます。鎖編み1目を開けた2個目の鎖編みです。最後の鎖編みに
細編みを1目編んで、これで1段目ができました。次は2段目です。2段目も同じ編み方です。鎖編み1目を編んで、編み地を裏返します。今、鎖編み1目を編んだすぐ下の細編みのところに細編みを1目編みます。次は同じところに中長編みを1目編みます。細編みを編んだ同じところに中長編みを1目編みます。編み方は1段目と同じ編み方です。次に編むのは1目開けた次の目が1段目の細編みを編んだところです。ここが1段目で細編みを編んだところです。2個目の目に同じように細編み1目、中長編み1目を編みます。同じ場所にもう一回中長編みを編みます。これが2段目の編み方です。次も1目開けた2個目の1段目の細編みのところに細編み1目、次は同じところに中長編みを1目編みます。2段目以降はこの編み方を続けて編んでいきます。1目開けた2個目の1段目の細編みのところに細編み1目、同じところに中長編み1目を編みます。このような模様になります。毎段同じ編み方です。前段の細編みのところに細編み1目、中長編み1目を編んで、この編み方を繰り返します。次も1目開けた2個目の細編みのところに細編み1目、同じところに中長編みを1目編みます。そして段の最後は1目開けた2個目のところが前段の最初に編んだ細編みのところになります。ここが中長編み、そしてここが細編みのところです。2個目の1段目の最初の細編みの頭2本を拾います。2本を拾ってここに細編みを編みます。これで2段目ができました。3段目も同じです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。すぐ根元のところに細編みを1目編み、同じところに中長編みを1目編みます。これは1段目から2段目に上がった時に編んだ編み方と同じです。次は2個目の前段の細編みに細編み1目、同じところに中長編みを1目編みます。2段目以降は同じ編み方を繰り返します。細編みのところに細編み、同じところに中長編みを編んで、3段目の最後のところになります。細編みのところに細編みを編み、同じところに中長編みを編みます。
そして最後は、2段目の最初に編んだ細編みの頭です。ここが中長編みを編んだところの次のこの頭が細編みの頭のところです。頭の2本を拾ってここに細編みを編みます。これで3段目ができました。この編み方を続けて編みます。